日本は現代的で頭のいいサッカーをする。日本とオランダが強いのは分かってる。でも試合はやってみないと分からない。失点してからが日本はすごかった。日本人には信じられないくらいの規律があって、それが彼らを難しい相手にしてる。日本の監督はノートに書くだけじゃなくてボードにも書いて指示出してくるぞ。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はオランダ対日本戦の結果を見たスウェーデンサポーターと話していくよ。チュニジアサポーターの次はスウェーデンサポーターだね。そうだね。チュニジアサポーターの声も動画にしてあるので、見てない人はそちらも見てみてくださいね。今回はスウェーデンサポーターのスベン君とリモートをつないでるよ。ヘイ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 。じゃあスウェーデンサポーターがオランダ対日本の試合結果を見てなんて言ってるか聞かせてほしいな。任せてよ。スベン君、まず日本対オランダの試合結果ってスウェーデンサポーターから見るとどうだったの？これはかなり良かったと思う。スウェーデン目線だともう完璧に近い結果って感じかな。完璧なんだ。どっちかが勝ち点3を取るより両方が1で止まってくれた方がありがたいんだよね。そうなの？なんで？日本が最後に追いついたことでオランダだけが抜け出す形にならなかったからね。スウェーデン対チュニジアの試合の方が後から始まるからオランダが勝ってたらスウェーデンは最初から追う展開になってたって気持ちなのかな。そうそう。だからスウェーデンが自分たちの試合で勝てば一気にいい位置に行けるって人が多かった。日本とオランダが引き分けたのはスウェーデンにとって夢の結果だ。でも日本目線だと最後に追いついて嬉しかったけど、スウェーデンも喜んでるなんてちょっと複雑。日本にとっても価値ある勝ち点1だけど、スウェーデンにとってもかなりありがたい結果。じゃあスウェーデンサポーターはこれで突破しやすくなったって考えてるの？そこは意見が分かれるね。突破が楽になったって見る人もいるけど、逆に日本かオランダのどっちかには勝たないと上位2つに入るのは難しいっていう見方もあるんだよね。引き分けじゃダメなの？日本とオランダがこの後チュニジアに勝つ可能性を考えると、スウェーデンが3点で止まると苦しくなるかもしれない。確かに日本とオランダがチュニジアから勝ち点を取る前提で考えると、スウェーデンもどこかで勝ち点取らないとね。ただ一方で今回は3位でも突破の可能性があるから、そこに希望を持ってる人も多い。3ポイントと得失点差があればいけるんじゃないか。5点あればかなり大丈夫なんじゃないかって計算してる人もいるよ。もう計算してるんだ。めちゃくちゃしてるよ。チュニジアに対勝できたことがかなり大きい。チュニジア戦の5対1だね。得失点差を考えるとかなり大きいね。そう、5対1の後だからスウェーデンにもチャンスはあるっていう声はある。この攻撃なら調子がいい日はどの相手にも可能性があるっていう人もいるし、かなり強気な人もいるよ。グループを1位通過する。9ポイント取るって言ってる人もいたくらいだから。全勝か。5点取って勝った後だから気持ちが大きくなってるよ。他にはどんな予想してる人がいるの？チュニジアに勝ったからって日本とオランダにも勝てると思うのは早い。日本とオランダはチュニジアよりずっと上に見えるから5対1で浮かれすぎるなっていう人も言うね。日本とオランダはチュニジアとは違うってことだね。そう、スウェーデンとしては今の状況は悪くない。日本とオランダが引き分けてチュニジアには大きく勝てた。でもその次に待ってる相手が日本とオランダだから楽観だけでは見られないって感じかな。2対2は最高、5対1も最高。でも日本とオランダを見たらまだ全然安心できない。スウェーデンから見るとかなりいいスタートだけど、ここからが本番って感じだね。スベン君、日本対オランダの試合を見た人たちはどんなこと言ってるの？そこがちょっと複雑なんだよね。結果だけ見たら最高なんだけど、試合を見たら逆に不安になった人も結構いたんだよ。引き分けてくれたからラッキーなんじゃないの？ラッキーではあるよ。でも日本もオランダも普通にかなり強かった。2チームともいいチームすぎてスウェーデンはここから大変だぞ。勝ち点的にはいいけど、試合見た人は簡単じゃないって思ったんだね。そうそう。スウェーデンはこの2チームからどうやって勝ち点を取るんだ。日本とオランダを見てスウェーデンが勝てるイメージが湧かないって言ってる人もいたね。そんなにも。負けるとしても大差ではないかもしれないけど、勝つのはかなり厳しい。日本に1対3、オランダに0対2くらいで負けるんじゃないかって予想してる人もいたよ。せっかく5対1で勝ったのに。そうだね。でも完全に的外れな不安でもないと思う。日本もオランダもスウェーデンより上に見える。試合のテンポを見ても簡単に勝てる相手じゃない。チュニジア戦でスウェーデンはいい結果を出した。でも日本とオランダはまた別のレベルに見えた。
5対1で自信は出たけど、日本とオランダを見て浮かれすぎるのは危ない。って感じだね。そっか。日本とオランダはこの後チュニジアとも戦うわけでしょ。そこで両方が勝ち点を積む可能性もある。そうなるとスウェーデンはチュニジアに勝っただけじゃ足りないかもしれない。引き分けでラッキーだけじゃないんだね。そうだね。2対2はスウェーデンにとっていいけど、試合内容は全然安心できるものじゃなかった。むしろ日本とオランダの強さを確認する試合になった。あの2チームとこれから戦うと思うと全然楽なグループじゃない。むしろここからが本当に怖い。ここからが本当のワールドカップだね。スベン君、日本とオランダを見て不安になった人もいたって話だけど、特に日本のことは何て言ってるの？日本はいいチームだっていう見方は多かったし、普通に日本は強いって感じてる人もいたね。やった。スウェーデンサポーターにも日本は強いって思われてるんだ。しかもただ強いってだけじゃなくて、日本はオランダに勝ってもおかしくなかった。日本が勝ちきれなくて残念だった。って見方もあるくらいやろ。それはかなり評価高いね。オランダ相手に引き分けだもんね。そうだね。日本はすごいチームだ。オランダより日本の方が難しい相手になる。オランダより日本の方が難しいの？そう言ってる人もいたよ。もちろん全員がそう言ってるわけじゃないけど、日本の方がスウェーデンにとってやりにくいんじゃないかって考えてる人はいたね。スウェーデンはヨーロッパの国とはよく試合するしね。日本は現代的で頭のいいサッカーをする。日本は少なくとも準決勝まで行く。って見てるスウェーデンサポーターもいたくらいさ。準決勝？それはすごい。いっちゃえいっちゃえ。かなり大きい評価だよね。それに日本を過小評価してはいけない。前のワールドカップでスペインとドイツより上に行ったチームなんだから、簡単に見たらダメだ。覚えてくれてる人いるんだ。私はスウェーデンの成績知らない。前回大会は出てないよ。そうなんだ。ヨーロッパって組み合わせ悪いと出るの難しいんだね。その前の大会はグループステージ1位通過してノックアウトステージでスイスに勝ってイングランドに負けてベスト8だね。スウェーデンサポーターでオランダ戦を見て日本を軽く見てる人はいないね。むしろ日本は本当に厄介な相手って見られてる。でもオランダもいるのに日本も強いって思ってたら大変だね。そうなんだよ。日本とオランダどっちもいいチームだから、スウェーデンは本当に難しいグループにいる。特に日本に関しては思った以上に評価が高いよ。具体的にはどの辺が日本は怖いって見られてるの？まず一番大きいのは速さだね。日本とオランダはどっちも速いから、スウェーデンがゆっくりしたパス回しをしてたりミスが増えたりするとそこをすぐ使われそう。走るのが速いってこと？それもあるけど、試合全体のテンポも含めてだね。スウェーデンはもっと早くもっと正確にパスしないと日本とオランダ相手にはやられる。スウェーデンから見るとパスの遅さやミスから失点につながっちゃうって思ってるんだ。そう、チュニジア相手には通用しても日本やオランダはそこまで待ってくれない。特に日本はかなり組織的。日本は規律がすごいからね。出た。海外の人からよく日本が言われる規律と組織的。すごく噛み合ったチームだから、個人でどうこうというよりチーム全体で崩れにくいって印象の相手がね。どこの国も似たようなこと言ってくるね。それだけ日本のスピードと組織力がすごいんだろうね。あと日本のコンパクトな戦い方がスウェーデンにとって厄介になる。スウェーデンは日本のそういうまとまり方に一番苦労するかもしれない。コンパクトってギュッとしてる感じ。そうそう、スペースが少なくて簡単には崩せない感じだから。スウェーデンは雑に攻めても引っかかるし、ゆっくりしてたら日本に持っていかれるかもしれない。スウェーデンはもっと早くもっと精度高くやらないと2試合とも負けるかもしれないっていうかなり厳しい見方なんだよね。うわぁ、いつも通りじゃダメってなるとめっちゃ大変そう。日本戦は気を引き締めないといけない。日本とやるときは帽子を押さえておけ。帽子を押さえておけってどういうこと？それくらい日本は勢いがあるから心の準備をしておけってことだね。日本は走れるし粘れるし最後まで来る。だから油断したら一気に持っていかれるぞ。実際オランダ戦でも89分に追いついてるしね。そう、最後まで止まらないところも含めてスウェーデンから見たら怖いんだよね。日本は派手に見えるというよりずっと集中してるチーム。派手ではないんだ。じわじわいたぶっていく感じだね。じわじわいたぶっていくから強豪相手にはなかなか前半には点取れないってことなのかな。まさにそう。スウェーデンが日本に勝ち点を取るならゆっくりした展開にしすぎないこと、ミスを減らすこと、そして日本のまとまりに負けないこと、そこがかなり大事になると思う。この試合を見た人は日本を甘く見てる感じは全然ないね。むしろスウェーデンが自分たちのテンポを上げないと日本に苦しめられるっ
っていう見方が強いよ。嬉しいことに日本は強いって評価が多かったみたいだけど、試合内容についてはどう見られてたの？そこは少し違う見方もあったね。日本は1対0にされるまでかなり守備的だった。バスを止めてたな。守備を固めて相手にスペースをあまり与えなかった。だから最初から日本がずっと派手に攻めてたって感じじゃなくて、日本はかなり慎重に試合に入ってたって感じた人もいたんだよ。なるほど。スウェーデン側から見ると、日本はまず耐えて失点してからギアを上げたように見えた。実際試合が動いてからの印象はかなり良かった。後半が素晴らしかった。失点してからが日本はすごかった。最後まで緊張感のある試合だったって感じで言ってたよ。日本は体力あるっていうし相手が疲れてきてから攻撃を仕掛けるって作戦なのかな。日本が終盤に追いついたからただ守って終わるチームじゃないって印象が強い人は多いよ。特に最後まで戦って最後の最後で同点にしたわけだからね。あれを見ちゃうとスウェーデンは最後の最後まで怖さが残るね。そう、試合を見てた人も最後の最後まで激しくて面白かった。2対2って結果もわかる内容だった。オランダも強かったし日本も最後まで食らいついた。だから引き分けは妥当だった。日本が勝ってもおかしくなかったって評価もあったけど、2対2は妥当な結果って見方もあるんだね。日本寄りで見てた人は日本が勝てなくて残念だったけどよくやったって感じだったね。スウェーデンサポーターで日本のことを応援してる人いるんだね。日本を好意的に見てる人は結構いたよ。最初の日本だけを見て安心するのは危ない。だって試合が動いてから最後まで体力が落ちないチームだったから。前半終わってスウェーデンいけるぞって思うのは早いってことだね。もうほんと怖いよ。しかもスウェーデンはこれからその日本と戦うわけだからね。終盤まで油断できない相手だ。スウェーデンサポーターにも日本が最後まで粘ってくるイメージを持たれちゃったんだね。日本は序盤に守備的に見える時間があっても最後まで試合を捨てない。ここまで聞いてるとスウェーデン側は結構日本とオランダを警戒してる感じだね。そうだね。でも不安だけってわけでもないよ。どっちも強いんだけど、サッカーは何が起きるかわからないって考えてる人も多いんだ。実際強いチームが必ず勝つわけじゃない。どっちが勝つのがわからないのがサッカーの面白さだ。日本とオランダが強いのは分かってる。でも試合はやってみないとわからないって感じの人もたくさんいるよ。強い方が勝つんじゃなくて勝った方が強いんだもんね。そうそう。スペインがカーボベルデと0対0だったし何でも起こる。スウェーデンだっていい日なら何か起こせるかもしれない。それに2002年にスウェーデンがアルゼンチンより上に行ったこともある。過去にもそういうことがあったんだから今回も最初から無理って決めつけるなよ。確かに決めつけは良くないよね。日本とオランダが上に見える。でもスウェーデンがダークホースって話もあったし、希望は最後まで捨てない。スウェーデンがダークホースなんだ。日本がよくダークホースって言われてるのに。でもスウェーデンはもうワールドカップに出てる。それだけで十分だ。もちろん勝ちたいけどまずこの舞台にいることが嬉しいよって人もいるんだ。プレーオフから勝ち上がってきてるし、そういう考えの人もいるんだね。そうやって見てる人もいれば、グループを勝つって強気な人もいるし、最後は何が起きるかわからないっていう人もいる。スウェーデンサポーターはいろんな考えがあるよ。ワールドカップってそこも含めて楽しいんだよね。ワールドカップに出られなかったらそういう感情すら持てなかったもんね。オランダ戦は日本人にとってはいい結果だね。日本は自分たちもサッカーができるって見せたい国だから。日本すごく良かった。オランダに勝てなかったのが残念。日本はいい代表チームだよ。日本は本当にすごい。日本は今日めちゃくちゃよく戦ってた。日本人には信じられないくらいの規律があって、それが彼らを難しい相手にしてる。日本の監督はノートに書くだけじゃなくてボードにも書いて指示出してくるぞ。日本はスウェーデンより強い。すごく連携されたチームだから残念だけど日本が勝つと思う。日本の応援席はカラオケみたいだった。どういうこと？ちょっと意味わかんないよね。日本人には新しいチャントが必要だ。日本戦はものすごく厳しくなると思う。オランダ戦はどう転ぶかわからないけど日本はコンパクトな戦い方をするからスウェーデンは日本が一番やりにくいと思う。日本とオランダはスウェーデンより何倍も上だと思う。この2チームはチュニジアとも戦う。スウェーデンがチュニジアに5点取って浮かれるなら少し落ち着いて日本とオランダがチュニジア相手に何点取るか見てからにした方がいい。日本に勝つチャンスがないとは言わないけどかなり難しい相手だと思う。日本はオランダより難しい相手になる。日本はオランダに勝ってもおかしくなかったからね。日本対オランダ戦を見てスウェーデンサポーターは人それぞれいろんなことを感じてくれたんだね。そうだね。結果だけならスウェーデンにとって最高。
だけど試合内容を見たら日本もオランダも強い。日本は速くて規律があって最後まで粘る。だから怖い。でもそれが今のスウェーデンのリアルな空気だと思う。チャンスはある。だけど簡単じゃない。日本戦もオランダ戦もかなり難しい試合になるね。スウェーデンから見ても日本はもう絶対に軽く見られない相手だよ。だからこそ試合がめちゃくちゃ楽しみだね。スウェーデンサポーターからはこんな感じだったよ。3戦目スウェーデンの本拠地に乗り込むぞ。スベン君ありがとう。こちらこそ3試合目はよろしくね。それじゃあヘイドー。ヒーロー。スウェーデンサポーターはオランダより日本の方がやりにくい相手って言ってたね。そう思った人もいるんだね。スウェーデンは3試合とも違うスタジアムで試合だから、ベースキャンプ地がダラスだけど、日本と試合するスタジアムでの試合は初めてだよ。日本がオランダと試合したスタジアムだね。しかも私日本の方が有利だと思う。なんで？日本ってチュニジア戦をモンテレイでやるでしょう。ここって標高500メートルだから軽い高地トレーニングにもなると思うんだよね。それにスウェーデン戦は涼しいから3戦目の日本は体力お化けになると思う。どうなんだろう。そうなるといいね。そしてオランダ戦で日本はまた欧州無敗記録を更新したよ。ということはなおさらスウェーデンには負けないということだね。そうだといいけどね。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。チュニジア戦の勝敗予想のアンケートがコミュニティ投稿にあるのでまだの人は答えていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。